はい、こんばんは、メリーです。前回に続き、こうやって娘のために娘が、台所に立てるようになった時に、どんどん自分で見て覚えてほしい動画をこうやって、定期的に上げています。で、今日はですね、前回に続きめっちゃ簡単なしいたけの、サーモンとかベーコンを一緒に乗せた、オーブン焼きを作っていきたいと思います。でこの、料理はですね、火力を弱められるオーブントースターか、もしくは、オーブン機能付きの、電子レンジを持っている人なら誰でもできます。多分普段使わないだけで実は使えるっていうのがあるので、この動画で覚えていただければと思います。はい、では、今日はですね、この主役のしいたけとこのサーモン、食用のサーモン、バジル、スーパーでは、これぐらいの袋に売られているような量を使いたいと思います。さあ作っていきましょう。こういう耐熱皿が今日必要になります。でしいたけは、何グラムっていう風に記載してないんですけども、しいたけがねまんべんなく、重ならずに乗るぐらいの量を使っていきたいと思います。はい、わかりましたか？ではですね、しいたけの処理からしていきます。軸と傘に分けていきます。で軸はこんな風に切ってもいいんですけども、僕は手でちぎります。こんな風に結構簡単にちぎれますね。でちぎりにくい場合はこう回しながらこっち剥がしてこっち剥がす、回してこっち剥がす、回してこっち剥がすってやるとポコッと取れます。でなんで、剥がすか、手で剥がすかっていうと、このですね包丁ではない切れ方、離れ方、こうボコボコしてますよね。ここにこう味が染み込みやすくなります。なので僕は、手で取ることが多いです。で手で裂くことも多いですね。味をよく染み込ませようと思ったら。では軸を取ったしいたけはこんな風に耐熱皿に、並べていきます。ということでとりあえず娘をお風呂に連れて行ってきます。はい、ではですね、次軸を切る前に、後で、サーモンの切ったやつとかを混ぜていきたいので、こういうボウルを用意しておいてください。では軸はこのぐらいで切って半分に切って、結構繊維が強いので細かめに切っていきます。こうやって歯ごたえがしっかり欲しいっていう人は大きめに切ってもいいと思います。今回娘にもね、食べてもらうのでちょっと娘に細かめに入ってたんって思うぐらい、細かくしていこうと思います。はい、次はバジル切りましょう。サーモンとか、ベーコンはまな板が汚れやすいし手も汚れやすいので、野菜を先に切っていきましょう。はい、ではもうこれはランダムに、どれぐらい細かくとかはもう好みです。なので、好きなように刻んでいってください。で僕はこの葉っぱ状にあるものをここで畳んでギュッと持って切っていきます。こういう感じになるように。はい、次ベーコン切っていきます。で今回味付けは粉チーズ後で振るんで、かつベーコンの塩味もありのなので、塩コショウとかそういうのは一切入れずにいきます。これも、細かめに縦に切って5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。これぐらいになれば OK です。で今回は、皮なしのサーモンを買いました。で皮付きがあると、皮を気にする方は、皮を剥ぐとこから作業しないといけないんで、できれば皮なしのものを選ぶのがおすすめです。でこれから切ってのしていくんですけども、サーモンの脂身で、このしいたけをこう熱加えて焼いていくという感じでいきます。で骨がこうあるなと思った時には取りましょう。
でこれもまあ5ミリぐらいでサイコロ状になればいいかなと思います。あんまり薄いとしいたけに火を通るようにしたいので、あんまり薄いとしいたけに火が通った時にサーモンがちょっと火を通りすぎてしまいます。なのでこれぐらいはい。将来娘はこの動画を見て何て思うんでしょうね。なんか恥ずかしいって思うのか、誇りに思ってくれるのか、はたまた料理に全く興味ないとか。はい、それでは次のステップいきます。はい、さっき切ったしいたけで、いろいろ刻んだ、ものが入ったボウル。はい、用意するのはパン粉と、粉チーズ、これらを用意します。はい、では入れていきます。パン粉は大さじスプーンで山盛り2杯ぐらいいきましょう。はい、で粉チーズね、パルメザンチーズとも言います。これは大さじ1ぐらい。ちょっと多なったけどこれぐらい。はい、でこれを混ぜていきます。もうこれだけでも美味しそう。はい、ではのせていきます。もうのせていくだけで、綺麗にしいたけの上に、のせなくて OK です。もうこぼれて全然 OK です。でお皿の外にこぼれるのだけないように。これだ。はい、こんな風に出来上がってます。でこれを今からオーブンに入れていきます。はい、ここでオーブントースターで火力調整付きのものを持っている人は、一番弱いモードで、合わせて、10分焼いてください。はい、僕は日立製の、オーブンレンジ、電子レンジを持ってるんですけども、こういうレンジ、オーブン、トースター、グリルってついていますよね。ここのオーブンを使っていきたいと思います。で使うためには一回ガチャッと開けて閉めて、ここに、表示が出たらオーブンを押しましょう。そしたら多分デフォルトで160度になっているので180度に上げます。この下のところにボタンがあります。で10分焼きたいんですけども、余熱のこともあるので、余熱入れるタイミングもあるので、一応20分に設定します。はい、で余熱20分って表示されたら温めスタートを押すだけで、一回ピロリロリロって音が鳴るんで、そこで、さっき作ったものを、バッと入れていきます。はい、余熱が完了したので入れていきます。はい、開けたらさっと入れる。して温めスタートを押しましょう。はい、これでスタート始まります。では、とりあえず10分やってみて、でちょっとなんか物足りひんなと思ったら5分追加でっていう風に焼いていきたいと思います。はい、できました。はい、取り出していきます。やけどには気をつけてください。熱々。はい、よいしょ。はい、いい感じにできました。で、結局20分焼きました。いつも感覚で焼いてるんで、何分焼いてるかっていうのは、火を通り具合を見ながらやってるので、今回、合計20分焼いてることが分かりました。なので、最初から20分焼いてください。はい、こんな感じでーす。めっちゃうまそう。はい、ところでですね、サーモンと鮭の違いって分かる方いますか？ちゃんと明確な違いがあるらしいんですよ。分かった方は、コメント欄に、記入してください。で人のコメント欄見たらダメですよ。ちゃんと自分で考えて調べて、違いを記入してください。では